ご視聴ありがとうございます。今回は、降格から2年が経った駅のご紹介です。路線の中でも超絶難しかった高架化工事が未完成な理由と、2年の間に進んだ工事、間もなく迎える節目に迫ります。複雑な事情が残した変わった構造にも注目です。私が今乗っているのは、東京メトロ日比谷線の列車です。この路線は、東京都心をおおむね南西から北東に結ぶ路線で、東京メトロでは3番目に開業しています。次の駅が北千住駅。日比谷線は東武スカイツリーラインと直通しています。この駅、そしてスカイツリーラインの状況も今回の話に関わってきます。スカイツリーラインの浅草方面からの線路が右下から合流しています。スカイツリーラインは日比谷線だけでなく、東京メトロ半蔵門線とも直通しています。北千住駅は3階建てで、日比谷線系統の列車は3階のホームに到着です。日比谷線への始発列車もあり、中央の線路は始発列車用です。今は休日の朝なので人が少ないですが、平日の朝ラッシュは特に混雑します。2階がコンコース、1階が浅草方面のホーム、さらに下の階層にもコンコースがあります。日中の下り方面の普通列車は、日比谷線からの直通列車だけ。浅草駅を発着する普通列車は、すべて北千住までのため、北千住を挟んで普通列車だけが止まる駅を行き来するには、ここでの乗り換えが必須です。駅が重層的な構造のため、乗り換えは結構大変です。3階はホーム2つ、線路3本、1階はホーム3つ、線路4本という大規模な駅です。かつての北千住駅は、ホーム2つ、線路4本と、今より単純な構造でした。ところが、他の路線への乗り換え客も加わって混雑が悪化、歴代の運輸大臣が必ず視察していたそうです。今の構造は、90年代の改良工事の結果です。複雑な構造は利便性を低下させましたが、混雑緩和にはこれしかなかったのも事実です。ここから先、北越谷までの 18.9 キロにわたり、スカイツリーラインは複々線になります。これは関東私鉄で最も長い複々線で、途中の草加と越谷には、外側線のさらに外側に通過線まであります。内側が普通列車用の観光線、外側が速達列車用の急行線で、使用される車両が区別されている関係上、双方を行き来する列車はほぼありません。これによって東武はラッシュ時の列車本数を大幅に増やすことができ、日比谷線に普通列車、2003年に直通が始まった半蔵門線に速達列車を直通させることで、輸送力を確保しています。少々長くなりましたが、これらの下りも今後の話に関わってくるものです。次の駅が北千住から5駅目の竹の塚です。駅の手前で左側に線路が増えます。その先には車両基地が。あれは東京メトロの千住原宿、竹の塚分室です。日比谷線の開業後、激増する需要を裁くために導入した車両を留め置く場所として、当時の営団が東部から土地を購入して設けた施設です。そしてこの横で、下り観光線と急行線が高架になります。一方上り観光線と急行線は、これより400メートルほど先まで地上です。高架線になる場所が上下線で違うのは、結構珍しい形態です。そして線路が高さを上げ切ったところで、観光線と急行線が離れます。高架橋はところどころつながっており、これも珍しい形態です。観光線は再び下り勾配になりますが、地上には降りません。高さを上げてきた上り線に合わせるように、この奥で再び上り勾配になっています。その途中で上り観光線との間に線路が1本入り、左右に合流です。線路がおおむね平坦になるあたりで、竹の塚駅のホームに入ります。列車が止まる場所はほぼ平坦ですが、手前は勾配にかかっており、設備が詰め詰めになっているのがわかります。ホームの様子がこちら。乗っていたのは先頭車両ですが、解説の都合上、ホームの一番後ろから始まります。上り寄りを見てみます。上下線の間にあったあの単線は上り観光線の横にぴったりくっつき、地上に降りると下り線をくぐって反対側に抜けています。そう、あの線路が東京メトロの車庫へつながる線路です。下り線が先に高架になっていたのは、あの線路を乗り越えるためです。また、あの線路は観光線だけにつながっています。運行系統が分離されているため、
この駅の周りには観光線と急行線をつなぐ線路がありません。ポイントの周りも 19.7 ミルの急勾配で、その先では 25 ミルの急勾配です。そして、この駅の高架化で最大のネックになったのが、こうした複雑な配線です。急行線の高架橋が他より高いのも気になりますね。スカイツリーラインの複々線区間は大半が立体化され、踏切がほぼなくなっていましたが、竹ノ塚駅の周りには踏切がずっと残っていました。高架化の要望は絶えずあったものの、駅のそばにある車庫につながる線路をどう組み込むかが課題になり、工事は始まらない状態でした。ところが、周辺の高架化が本格的に進むきっかけになる出来事がありました。2005年3月、駅の南側にあった踏切で、歩行者が上り準急列車にはねられる事故が起き、2人が亡くなりました。関東私鉄最長の複々線を生かし、東部ではラッシュ時の列車本数を増やしていました。一方、竹ノ塚駅周辺には全部で5本の線路があり、駅の下り寄りの折り返し線や、車庫とを行き来する列車も加わり、駅の両側の踏切が開かずの踏切になっていました。当時、駅の両側にあった踏切は、両方とも手動で操作されていました。細かく制御することで遮断時間を短くするための手動操作でしたが、踏切のすぐ横にあった警視小屋には通行人から苦情が来ることも多く、規則に反して遮断機を上げることもあったそうです。そして2005年3月15日の夕方、警視がまだ安全だと思い込んで遮断機を引き上げたところに列車が通過し、事故が起こります。この事故を受け、3ヶ月後には両側の踏切の歩道が拡幅、さらに3ヶ月後には踏切が自動化され、東武線から手動踏切が姿を消しました。近隣の京成電鉄でも手動踏切が間もなく自動化されるなど、この事故は大きな波紋をもたらしました。この事故を受け、高架化に向けた動きが加速します。通常、東京都内の鉄道の立体化は東京都が主体ですが、時間がかかりすぎるため、足立区が主体となって行われることになりました。もともと線路の上にあった駅舎を一旦地下に移設し、引き上げ線なども整理してから高架にするという複雑な手順です。2020年6月、駅の下り寄りにあった折り返し線が工事のために廃止されました。竹ノ塚を始発終着とする列車は草加まで改装されることになりましたが、草加駅の折り返し線は1本しかなく、本数を維持できなかったため、日中1時間あたり3本あった浅草行きは、北千住までになりました。これにより、序盤で触れた北千住での乗り換えが必須になっています。16年5月には、下り急行線が最初に高架線になりました。隣の観光線より早いので、線路がちょっとすすけています。途中までは高架橋が下り観光線と一体化していますが、その先で急行線が単独になり、駅の先までそのままです。この線路が高さを下げないのは、他の3線が高架化されるまで、下り観光線がこの下にあったからです。また、高架橋が所々出っ張っているのは、線路を収めるためです。そして20年9月には上り急行線が、22年3月には残り2線が高架になり、高架化は完了しています。総延長 1.7 キロと立体化区間としては割と短いですが、それでも早期に工事が進んだ背景には、事故の発生による危機感があります。すべての線路が高架になり、懸案だった踏切は廃止されたものの、工事自体はまだ続いています。一旦下り寄りへ進みます。工事の過程や難しさがわかる場所の様子などを、これから順番に見ていきます。左の下り急行線だけが駅から離れているのは、かつてこの間に、ホームと上り観光線があったからです。土地が余ってもったいなく見えますが、完成後だけでなく、工事中の線路の切り替えなどをなるべく減らすための工夫です。地上にあった仮ホームなどに干渉しない位置に高架線を作ったため、ホームが右に避ける感じになっています。ホームの周りはほとんどが光を通す構造で、側面がガラス張り、屋根にはポリカーボネート板が使われ、とても明るい雰囲気です。天井には木組みの構造が採用され、ぬくもりを感じられます。これらは、区民や乗降客を対象に行われたアンケートをもとに決まったコンセプト、明るい、シンプル、自然的をもとに設計されたものです。なお、ホームドアは半導体不足などの影響で高架化には間に合わず、1ヶ月ほど後から供用されました。先ほどの階段のところまでは、
高架橋の側面に小さな穴のある金属パネルがありましたが、ここから先ではそれがなくなり、より開放的になります。下り寄りに到着です。この先には折り返し線が2本あります。高架化の前は3本でしたが、工事の都合で2本に減りました。そしてあの部分だけは、22年3月の高架化の後、追加で施工された場所です。高架化が完了する前は、あの辺りで上下の観光船2線が高架になっていたからです。なお、それより奥は元から高架で、新設する高架橋をうまくつなげるため、線路は高さを下げてから、再び高さを上げています。また、引き上げ線につながるポイントの横で、下り観光船の高架橋が左に出っ張っています。これは、この下に上り観光船の線路があったから。一方その手前では、下り急行線の高架橋が右に出っ張っています。ここで、下り観光船が高架の下から外れていたからです。工事の過程で作られた出っ張りは、高架化が済んだ後も残っています。竹の塚終点です。竹の塚止まりの列車が到着です。日中の普通列車はさらに先の区間まで運行され、この駅が終点の列車は少ないです。なお、引き上げ線自体はすでに使用開始になっていますが、浅草駅方面とを結ぶ列車はまだ復活していないです。構内図では階段エスカレーターがホームに均等にあるように見えますが、実際には上り寄りに集まっています。その理由は下の階層に降りればわかります。駅構内には、エスカレーターやエレベーターなどのバリアフリー設備のほか、授乳室やおむつ替えコーナー、子供トイレなどもあります。そしてエレベーターは、20人乗りの大型のものです。竹の塚駅の2022年度の1日平均の乗降客数は6万3000人余り。これは北千住から北越谷までの複々線区間では4番目の多さで、速達列車が止まる西新井や越谷などよりも多いです。改札機もこの通り、ズバーッと並んでいます。上下の観光船が高架化された22年3月には、新しい駅舎の使用も始まりました。券売機から何から、設備はすっかり綺麗になっています。駅名の看板は2つ、天井からぶら下げるスカスカなやつと、板状のものがあります。一方、改札を出た先には、一面の仮囲いがあります。高架化されて2年が経ちますが、工事箇所はまだ残っています。ここには将来、駅前広場ができる予定です。高架線の真下に整備するのは、土地を節約するアイデアである一方、残りのスペースに階段エスカレーターなどを収める必要が出ました。通常なら、高架橋の柱は12メートルおきにするところ、部分的に 12.5 メートルや11メートル、13メートルが混在しています。また、駅前広場の上には長さ25メートルの高架桁をかけていますが、通常の構造とは大きく異なるため、工夫が必要だったといいます。駅の東側に出ます。向かって右にある建物は商業施設などがあった建物で、すでに役目を終えています。駅舎のうち、駅前広場の上は正面がガラス張りで、ホームの木櫓もよく見えます。逆に駅の外からもよく見えるよう、木櫓の位置とガラス張りの外装が決められています。反対側は下り急行線の高架橋と被るため、目立つ駅名などはこちらにあります。北側に回り込みます。駅前広場の上には装飾の部材があり、ここが駅の中心なのがわかります。駅の北側にあった踏切は、工事の途中で車が通れなくなっていました。ここにも警備員が配置され、常に物々しい雰囲気でしたが、高架化が完了した後、元々あった道路が復活しています。ここからだと、仮線などを維持しながら段階的に高架化された様子がよくわかります。特にこの奥では、仮線を設置するため、高架橋の柱が門型になっているのがそのままです。柱の位置や向きから、どこに線路があったかがなんとなくわかります。なお、踏切があった場所では、建物の基礎らしい工事が進んでいます。都市部の土地だけに、しっかり活用されるようですね。高架橋の西側では、駅前広場につながる道路が工事中です。高架化前からバスターミナルなどがあった東口とは異なり、西口にはまとまった設備がありませんでした。道路整備も合わせて行うため、西側の区画整理などが続いています。駅前広場の真横では、結構広い土地が更地になっており、東口の機能を補うものになるようです。
また、高架化工事の前は線路の上に駅舎があったため、駅舎を地下に移してから高架化するという複雑な工程でした。駅前広場などを作るには、地下にある仮駅舎を解体する必要があるのも、2年経っても設備が完成していない理由のようです。その横にもフェンスが続き、古い道路のマーキングもそのままです。この先の交差点を左折し、駅の南側の踏切へ移動です。なお、この先には竹ノ塚駅西口バス停があります。足立区は東西の鉄道網が希薄なため、バスの存在感が高いです。西口の前にはバスが入れないため、今は乗り場が離れていますが、将来はもっと乗り降りしやすくなるといいですね。ここが、駅周辺の高架化が本格的に進む一因となった場所です。この映像は22年3月、観光船がまだ地上にあった頃のものです。竹ノ塚駅に止まる列車は速度を普通よりも落としているため、当時の遮断時間が結構長いです。今は誘導員ももちろんおらず、はるかに安全になっています。一番右の下り急行線だけは支柱の形状も異なり、真下に線路があった痕跡があります。この辺りには仮囲いが見当たりませんが、この先では工事がまだ続いています。下り急行線に沿って、上り寄りへと向かいます。高架橋の真下にも歩道があるものの、まだ通れないです。これは高架化が完了してから整備されたもので、この先で高架橋をくぐる道路も同じです。かつて上下の観光船の仮線があったスペースが今も残っています。一般的な高架化工事の場合、こうしたスペースが余らないように工程を組みますが、そこまでできなかったところに苦労がにじみます。高架橋の勾配や構造もまちまちで、設計がかなり大変だったそうです。それだけではありません。こちらが観光船が高架になる前の全面展望です。これは下り列車で、これまでのカットとは向きが逆です。観光船は高架橋に対して右から左にくぐりますが、本節の入出庫線は逆に左から右にくぐるため、高架橋は両方を考慮する必要があります。さらに上り寄りには重機もあり、工事を指揮するテントもあります。高架化から2年、この第一工区はまだ残っており、工事が続いています。作業内容は、側道や高架橋の排水設備の整備、東京メトロの検釈の横など、駅から離れた場所が対象です。反対側の側道も整備され、綺麗なフェンスがあります。高架橋に食い込んでいるところに、土地が限られているのが伺えます。そして一連の事業には、大きな節目が近づいています。西口の仮囲いには、このような掲示が、周辺で整備されているのは、高架下のスペースを生かしたアーケード商店街です。延べ床面積は全体でおよそ3300平方メートルで、食料品店や飲食店、生活雑貨などの店舗を揃え、近隣住民や通勤通学客の利便性向上を図ります。今年度上半期のオープン予定で、巨大プロジェクトは間もなく最終盤です。一方、対象範囲は高架橋をくぐる2つの道路の間で、かつて北側の踏切があったあたりには、また違うものができるようです。また、西口の道路整備などもまだ途中で、全体の完成にはもうしばらくかかりそうです。ご視聴ありがとうございました。